Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日の学生はロシア出身のアンドレイさんです。 Добрый день, меня зовут Андрей. Рад познакомиться с вами со всеми. ありがとうございます。アンドレイさん、ちょっとねもう今のロシア語私全然聞き取れなかったんだけれども日本語で言うとなんて言ってくれたの？こんにちは。こんにちは。うんアンドレイです。うんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますはロシア語にでもよろしくお願いします。みんな会ったら嬉しい。みんなが会えて嬉しいですあーみたいな意味の言葉なのかな。そうなんですよね。よろしくお願いしますとかお疲れ様とかこういう言葉って日本人すごくよく使うんだけどそのままいろんな国の言葉に訳そうとするとちょっと難しかったりもするんだよね。だから今アンドレさんロシア語で皆さんに会えて嬉しいです、ここに入れて嬉しいですみたいなことを言ってくれたんだね。ありがとうございます。アンドレさんロシア出身ということなんですけど、ロシアってめちゃくちゃ広い国ですね。はい、そうです。アンドレさんの出身はロシアのどこなんですか？トンスクです。ロシアの真ん中です。なるほどね。ロシアの真ん中ら辺にある町なんだね。ウラジオストックっていうのが日本からもう一番近いロシアの町みたいに言われてたりするんだけど、日本から近いロシアの東の方の町なんですけれども、ちょっとね私さっきびっくりした話があるんですけど、ウラジオストックからモスクワまでアンドレさんは車で行ったことがあるって聞いたんだけど、ちょっとねロシアの広さを皆さんに知ってもらうためにウラジオストックからモスクワまで車でどのくらい時間がかかるんですか1週間ぐらいかかりました。1週間ですよ。単位が違いましたはい1週間ね、ウラジオストックからロシアまで1週間車でずっとはい、運転、ずっと車で運転しました。眠くなった時、我慢できなかった、止まりました。もちろんですよ眠くなって我慢できなかった時に止まる。じゃあ結構もうずっと運転しながら1週間モスクワまで行ったんだね。なんでそんなことしたんですか？それは旅行でした。旅行です、ちょっと旅行ちょっと旅行ですすごいですよね。ちょっと旅行で1週間車で、でも同じ国の中ですよ行きますって、ちょっと日本人の私からしたらもうびっくりしちゃうような感覚なんですけど、それくらいロシアって広いっていうことなんですよね。そのさ、ウラジオストックからロシアモスクワまで1週間じゃないですか。道に迷わないの？ロシアでは道はとても分かりやすい。そうなんだね。迷ってなかった。そうなんだ。そういうサインとかもたくさんあるから、じゃああんまりカーナビとか地図とかなくても行けるんだね。はい、地図は全然使わなかったです。そうなんだ、すごいな。それってさ、1週間くらいそうやって車で旅行をするのはアンドレさんが特別？それともロシアの人は結構やるのかな？それは普通の旅行です。普通の旅行なんだ。なるほどね。ということでちょっとこうスケールが違う、今日はスケールの大きいお話をしていきたいなと思うんだけど、もう一個びっくりしたのがロシアの真ん中って冬は寒い？なかなか寒いです。なかなか寒いです例えば一番寒いのは何月？1月と2月一番寒いです。1月2月、その時って何度ぐらいになるんですか？たまにマイナス42、41度でした。すごいですよね。マイナス42度ってもうちょっと体験したことがない、信じられない温度が出てきたんですけど、でもアンドレさんは去年の冬かな、日本に来ているから、日本の冬も体験してますよね。日本の冬でもこんなの比べようがないかもしれないけど、日本の冬とロシアの冬どうですか？日本の冬とても優しいです。ロシアの秋みたいです。秋みたいって言われちゃう。全然寒くない？全然寒くない。そうなんだね。私たちもマイナス41度の世界って想像できないんだけど、どんな風になっちゃうの？マイナス41度だと。
特に何もないです。ちょっと寒いんですけれども、生活変わりません。あ、そうなの？車のエンジンスタートのが難しくなります。そうだよね。しかし、バスを使うのが大丈夫です。あ、そうなんだ。はい。じゃあ、もう今日ちょっと寒いなって思うくらいで、何か41度だから特別なことは何もないんだね。はい、そうです。すごいな。外を歩くこともできるんですか？はい、歩くもできますね。でも寒いよね。あったかい服着て大丈夫になります。あったかい服着たら大丈夫なんだ。すごいな。もう全然ね、だから日本とはあんまり感覚が、逆にさ、夏は大丈夫だった？日本の夏。はい、夏も大丈夫です。夏も大丈夫。ロシアの夏はどのくらい？同じぐらい。トムスクは同じぐらい。日本では暑さも優しい。そうなんだ。じゃあ日本はさ、夏は35度ぐらいになったりするけれども、トムスクでもそのくらいになるんだ。一番高い気温は3年前、3年前だった。それはプラス45度。うわー、45度。はい。すごいね。じゃあプラス45度の夏とマイナス42度の冬があるんだ。はい、とんでもない場所だな。そうなんですね。いやー、すごい。じゃあそんなところから日本に来たらそれは優しいですよね。来てくれたアンドレさんなんですけど、アンドレさん、日本語はさ、ところでどこで日本語勉強し始めたんですか？勉強はロシアで始まりました。ロシアで始めたんだね。車は理由として。そうなんだね。今、すごく最初の時から車の話たくさん出てきたんですけど、日本の車にアンドレさん興味あったんだね。はい、そうです。本当です。アンドレさん、東洋言語学院卒業した後はじゃあ車の関係のことがしたいのかな？はい、そうです。車と関係の就職したいです。車の関係のある仕事ね。はい、そうです。どんな仕事？車の関係の仕事って。自動車の整備士。自動車の整備士ね。なるほどなるほど。自動車をチューンアップ、もっとこう性能を良くするようなカスタムをするような仕事がしたいのかな？カスタム。カスタム。そうなんだね。なるほど。なんかさ、アンドレさん、自分の国でも車の仕事をしてたんでしょ？はい、そうです。ちょっと聞いた話によると社長？はい、社長です。すごいですよね。2017年にアンドレさん、自分の会社をロシアで作った。はい、本当です。本当です。チューンアップする仕事の会社？はい。だけどそれをロシアで辞めて日本に来て、今日本で車の仕事するために勉強してる。はい、そんなアンドレさんに今日はロシア語の話をいろいろと聞いてみたいなというふうに思います。トムスクが出身だって言ってたんですけど、トムスクのロシア語とモスクワのロシア語って同じ？はい、同じです。日本と比べてそういうこと関西弁とか東京弁、栃木弁、そのことありませんです。あんまり方言がないんだね。なんか意外ですよね。さっきロシアすごく大きいっていう話をしてたから、言葉も全然違うのかなと思ったら、言葉は結構同じなんだ。じゃあ学校ではロシア語の他に外国語って勉強しますか？ロシアの学校と日本と学校少し違います。中学、高校、そのことないです。ずっと同じ場所。そうなんだ。中学と高校が日本は分かれてるけど、そうじゃなくて中学と高校同じなんだね。はい。そうなんだ。じゃあその間英語を勉強
する。英語とドイツ、それ基本的な言語です。あ、英語とドイツ語も勉強するんだね。はい。じゃあ今アンドレさんは英語わかります、ドイツ語わかります、日本語わかります、ロシア語？ドイツは残念ながら忘れました。勉強しなかったんです。あ、そうなんだ。英語と、ラテン語とラテン語と2つ勉強します。あ、そうなんだね。じゃあ英語とラテン語と日本語とロシア語かな。今はい、なるほどなるほど。では、アンドレさん、ロシア語をねぜひちょっと教えてもらいたいなっていうふうに思うんだけれども、今日は教えてくれるロシア語ちょっと言ってみてください。お願いします。はい。Сегодня минус 41 градус。お今日本語でなんて言ったの？今日マイナス41度です。なるほどね。さっきのロシアの冬の話だね。トムスクの冬の話だね。今日はマイナス41度です。なるほど、ありがとうございます。全然聞き取れなかったからちょっとゆっくりお願いしたいんだけど、最初なんて言ったの？最初。はい。Сегодня。シボニャ？それどういう意味？今日。シボニャ？シボニュ。はい。が今日。次は？ミヌス。ミノス。これは？マイナス。あ、マイナスね。マイナスがミノス。41 градус。41 grados。グラドス。はい。もう一回ちょっとゆっくり言ってもらおうかな。今日はマイナス41度です。ゆっくりお願いします。Сегодня。Минус 41 градус。グラドス。合ってる？本当今拍手してくれたけど本当かな？100点です。100点です。ちょっと100点いただきましたけどロシア語本当？本当です。絶対に100点。ありがとうございます。これでちょっと私ブイトムスクの町に行った時にも今日は41度ですって言うことができます。ありがとうございます。じゃあねちょっと本当にロシア語難しかったんだけど曲のね紹介に行きたいと思います。東洋言語学院がお送りする東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。アンドレさんの好きなロシアの歌を紹介してほしいんだけれども、どんな曲？例えば、ロシア語でруки вверх、日本語で手を挙げて。手を挙げて、はい、っていう意味なんだ。日本語で、ちょっと意味ないです。ちょっと意味ないけどなんかこう盛り上がろうわーっていう感じの曲なのかな。なるほどなるほど。これはどんな曲なの？どんな時にかける曲？それは、クラブみたいな曲です。そうなんだ。クラブとかでじゃあ若い人たちがみんなこうダンスするような感じの曲なのかな。そうです。なるほどなるほど。最近の曲？新しい曲？最近の曲、ロシア語でモスクワにверит слезам。日本語でちょっと意味がない。日本語ではちょっと意味がないけれどもじゃあそんなさロシアの若者がクラブで聴く曲ねちょっと教えてほしいんですけれども、じゃあアンドレイさん曲紹介をお願いします。はい、私の好きなロシアの曲はруки вверхのモスクワにверит слезамです。きっと聴いてください。東洋 Language School Presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わって放送をお送りします。ここからのコーナーはこれ、学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して留学生の皆さんが日本に来て、そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。さあアンドレイさん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さっき石川先生と話をしているのを私も聞いていて、ロシアのアンドレイさんの出身は
マイナス41度私はとっても寒いのが苦手なのでちょっと全然想像ができないんだけれども、寒い時でもさっきアンドレイさん日本の冬は優しかったって言ってたけど冬というかもうまだ肌寒い日本人にとっては、私にとっては寒いなって思う時もアンドレイさん半袖だったよね結構暖かいでしたそういつもね元気に学校にアンドレイさん来てくれてるんですけど、おはようございますって挨拶してくれる時いつも半袖着てたなっていうのを今思い出しましたロシアその寒い時、日本では寒い時に料理でね鍋とかさ、あったかいものを食べてちょっと体を温めますけど、ロシアもそういう料理がありますか？ロシアでは寒いの時スープ作っています、そういうスープ日本とスープ全然違います。どういうスープなの？じゃがいもと、肉と、いりました。味は説明少し難しい。辛いの？辛いわけではないです。そうなんだ。人によって違います。家庭の味だ。そうです。そっかそっか。なんかさ、私もロシアの、ちょっと代表的な料理って言うとボルシチとかを思い浮かべるんだけど、ちょっとビーフシチューみたいな、そういうのボルシチわけではないです。違うんだチキンスープ、例えばその他料理はビーフストロガノフ。ビーフストロガノフ美味しいですよねあったまりますね。じゃあ寒い時は日本人も料理でねお鍋とかするけど、ロシアでも寒い時にはあったかいスープを飲んで体を温めるんですね。なるほど、そういう工夫もして寒い冬を乗り越えていくわけですね。ありがとうございます。ちなみにね、このコーナーでは日本に来てびっくりしたエピソードっていうのを留学生の皆さんに聞いてるんですけれども、そのアンドレイさんが去年10月に日本に来ました。はい、そうです。実は、驚かなかったです。日本に来た前、少し準備しました。もう事前にいろいろ調べて準備をしてたから、あんまりびっくりはしなかった。例えばどんなことを調べてたんですか？文化と、言語も、そうだね。法律も、法律、はい、生活の、挨拶ルールも、そういうこと。じゃあ文化のこととか法律のこととかそういうのを事前に自分なりに調べて準備してたから、日本に来た時にはそんなにびっくりしなかった。なるほどね。でも知ってた方がね、自分の役に立つことが多いこともねありますからね。なんか文化っていうと例えばどういうことを調べてたんですか？文化、例えば、確かに花見花見そうです。着物ね。日本の歴史書、確かにそれも勉強しました。さっき言語のこととかも言ってくれてたけど、結構文化と言語ってつながりがあって、お辞儀文化、お辞儀文化、お辞儀初めて見た時映画の中で、見ただけ、映画の中でこう、日本に初めて来て、少しびっくりした。そうだよね、実際に知らない人は、お辞儀しています。
少しびっくりした。それは知ってたけど実際に自分がされた時にはちょっとってなった。はい、そうです。そうかそうかね、さっきほら最初の石川先生とのお話でも言ってたけど、よろしくお願いしますっていうこの日本人がよく使うよろしくお願いしますっていう単語がロシア語にはないって言ってたけど、あとはいただきますとかごちそうさまっていう言葉もあんまりない。はい、そうです。いただきますとか、ごちそうさま、ごちそうさまでした。もうそんな言葉あまりないです。昼食前何も言わなかった。昼食終わったら、ありがとう、ありがとうだけ。なるほどね。だからそういうのもね、実際に知ってたけど実際に体験してみるとちょっとやっぱりこういうことかって気がついたりすることがあったよね。日本に来てから生活を始めるための準備もあったと思うんだけど、それはどう？日本に来て例えばじゃあ住所を登録しますよっていう時どうだった？実際やってみて。日本の生活というと、全員ゆっくりしています。ゆっくりしてる。忙しいけれどもゆっくりしています。イメージがね。はい、ロシアと違います。みんな急いでる。ロシアの方はみんな急いでると。いつも。ちなみにその日本に来て最初なんかいろいろ調べてたけど、なんかちょっとこれ心配だなとか不安だなっていうことってありました？はい、そんな気持ちありました。ありました。例えばどんな時？保険について、例えば、生活のことを買った時、どうしようかなと思いました。そうですよね。留学生はね、日本に来ると国民健康保険に加入することがちゃんとね登録する手続きすればできるんだけど、やっぱり初めてだもんね。外国で保険に入るっていうのはね初めてだと思うから、そういうのちょっとね手続きが難しかったかもしれないですね。申し込みの紙を書いたりとか、日本に来たばかりの時はね文字を書くのも大変だった。文字は大丈夫と思います。たまに知らない言葉聞いたら少し構っています。東洋言語学院ではそういう保険とか、あとは住所の登録とか、そういうの全部先生たちがしっかりサポートしてるので安心してください。はい、OK です。でもアンドレイさんそうやっていろいろ準備もすごくしてますし、コミュニケーションもね好きだっていうことですから、確かに日本人とね話すのもバッチリじゃないですか。ね、日本に来てから日本人のお友達もできたって。日本人友達もいました。日本に来た前に、日本人友達はもいました。アプリ使ったいろいろなこと、インターネットで、友達に出てきた。そんな感じです。ね、今便利ですよね、インターネットとかアプリで。日本人の友達が、ね、いて日本語使ってお話できるっていうのはいいですね。そうです。本当ですね。ね、コミュニケーション好きのアンドレイさん、授業は TLS の授業ではどうやってコミュニケーション取ってます？授業は、面白い。いつも、さらに授業終わったら、先生の方に、いつも
しゃべるのが大丈夫です。そうなんだ。授業終わってもうそれでじゃあもう授業終わったからさよならではなくってこう分かんなかった質問とか、はい、そうです。質問じゃないことも、質問とか、質問じゃないのとかも大丈夫。いろいろな話題。どんなこと？生活とか、友達とか、お酒もお酒の話もするの？そうです。そっかそっか。じゃあね、そういう授業が終わった後の時間も日本語をね話す、先生と一緒に話すタイミングがあったりとかして、それがちょっとロシアの学校とは違うっていうところですかね。はい。ロシアの先生もっと厳しいです。厳しいの？授業終わったら、終わり。さよなら。さよなら。じゃあそこが結構ね TLS で勉強していてびっくりしたなっていうことですね。なるほどね。なんかいろいろね、日本に来る前から日本語の勉強もそうだし、いろいろね法律のこととかコミュニケーションのこととかも調べてきて準備周到で、とっても前向きなアンドレさんのお話、私も楽しませていただきました。このタイミングで日本に来て長い期間日本で生活をしていくっていう人生のね一大イベントを決めたアンドレイさんや他のね留学生の皆さんを TLS はさまざまな角度でサポートしていきますので、ぜひねアンドレイさんもこの先の残りのね TLS での時間楽しんでくださいね。はい、そうです。はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、私はここまで。石川さんお返しします。はい、ではアンドレイさん、今日は一緒にお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間になってしまいました。今度は日本の歌を紹介してほしいんですけど、どんな曲ですか？好きな日本の曲は和楽器バンドの千本桜です。おお、和楽器バンド。どうしてこの曲を選んだんですか？私は三味線の音好きです。三味線ね。ロシアでさ、三味線ってみんな知ってるの？みんなではないと思います。アンドレさんは和楽器バンドの曲を聴いて、これ三味線いい曲、いい音だなっていうふうに思ったんだ。日本に曲はあるから、YouTube 調べた時、そのバンド来ました。じゃあ改めて曲紹介をお願いします。どうぞ。和楽器バンドで千本桜です。聴いてください。パカパカ。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station.